皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回は側面のディテール工作を行います。まずドアの下部横にある点検蓋を筋彫りで表現します。筋彫りに関しましては、このチャンネルで以前乗務員ドア周辺の工作筋彫りに挑戦でご紹介していますが、今回はそれほど目立った筋でもありませんので、細い毛書き針だけで彫ります。またそんなに深く彫りませんので、塗装したら埋まってしまうかもしれません。その時は仕方ありません。筋彫りが終了したら、すぐ横にある乗務員ドアの靴ずりを取り付けますが、その前に前回取り付けたつまいた右側の微糖掛けを木片とセロハンテープで保護しておきます。何かに引っかかって折ってしまったら大変です。靴ずりは市販のパーツもありますが、帯板を貼り付けることにします。ただ適当な帯板がありませんので、厚さ 0.5mm 幅 0.4mm の洋白の帯板を使用し、車体へは 0.4mm の側を取り付けるようにします。まずはセロハンテープで固定してから一方をハンダ付けします。まっすぐになっているか確認してからもう片方もハンダ付けします。真ん中にもハンダを流します。余分なハンダを除去します。 0.5mm くらいしかスペースがありませんのでやりにくいです。帯板の表面を削ります。靴ずりを取り付けたところです。次はドアレールをつけます。この車両は1つのドアに2本取り付けなければなりませんので面倒です。ドアレールには厚さ 0.15mm 幅 0.3mm の洋白の帯板を使用し、塗装した後に磨き出します。取り付け方は先ほどの靴ずりとほとんど同じです。まずセロハンテープで片方を固定してハンダ付けします。まっすぐになっているか確認してからもう片方もハンダ付けします。真ん中にハンダが流れていなかったら改めてハンダを流します。余分なハンダを除去します。このように狭くてへこんだところではステンレススケールは使いにくいので、小学校の時に使った木工用の彫刻刀とウェーブの細幅彫刻刀を主に使用しています。
最後は木下刷毛で仕上げます。窓の下にあるもう一本のドアレールを取り付けます。次はサボ受けを取り付けます。手持ちのエコーモデルのパーツを使用しましたが、他の模型店からも同様の商品が発売されていますので、お好みのものを使用されたらいいかと思います。まずは細長い行き先用のサボ受けから取り付けますが、こちらもドアの靴ずりやドアレールの時と取り付け方は同じです。人によっては1点か2点だけハンダをつける方もいらっしゃいます。強度的にはそれで十分と思いますが、私は小にハンダを回します。少し内側にハンダが回ってしまいましたので除去します。次は号車番号や暗証番のサボ受けを取り付けます。非常に細かいところまでエッチングで表現されていますが、その分細く薄くなっています。ここは少量のハンダで3棒を固定します。そうでないと何かに引っかかって折れてしまう可能性があるからです。なおこの作業では融点165度の低温ハンダを使用しています。乗客用ドア周辺のサボ受けを取り付けたところです。もうお気づきのことと思いますが、2両のキハ82のサボ受けの位置が異なっています。もともとキハ82の登場時は上の車両の位置でした。辰巳のキハ82もこちらの位置になっています。ところが後期型では取り付け位置が変更になりました。それに合わせて初期型も変更されていきましたが、最後まで変更されなかった車両もあったようです。現在北海道の小樽市総合博物館で展示してあるキハ82のトップナンバーは変更されなかった1両です。そんなこともあり、2両とも同じものもつまらないので別々の位置に取り付けています。前よりにもサボ受けがありますので取り付けます。ハンダ付けのやり方はこちらもほとんど靴ずりやドアレールと同じですが、少量のハンダで取り付けてサボ受けの内側にはできるだけハンダを入れないように注意します。内側に入ったハンダの除去の仕上げにはこのような毛書き針も役に立ちます。乗務員ドアの靴ずりを取り付けます。こちらは厚さ 0.15 ミリ、幅 0.3 ミリの洋白の帯板を使用しています。まだ少し残っているところもありますが、側面のディテール工作が終了しました。
かがだったでしょうか。今回はキハ82の側面のディテール工作を行いましたが、どれも同じようにハンダ付けして、同じような道具を使って同じようなやり方でハンダを除去して仕上げるという変わり映えのしない内容になってしまいました。たまには、こんなことも起こってしまうかもしれませんが、動画を見てくださっている方はあまり面白くなかったかもしれません。その動画もディテール工作に時間がかかった割には尺がいつもよりも短くなってしまいました。ということで時間が少し余りましたので、久しぶりに顔出ししてまいりました。1年ぶりでしょうかね。また一段とじじいになっていてお恥ずかしいのですが、顔出ししたのには、訳がありまして、実は今ご覧いただいていますこのチャンネルの登録者数が500名を超えました。とは言いましても、上を見れば何千とか何万とかいう数の登録者がいらっしゃるチャンネルがいっぱいありますので、珍しくもないのですが、500名を超えますと YouTube からおめでとうございますのメッセージが届きますし、節目の数字でもありますので、皆様方にお礼を申し上げたいと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。ということで、たくさんの方にご覧いただいていますので、もっと多くの動画を上げていきたいと思っているのですが、なかなかそうもいきません。実は3ヶ月ほど前に一旦仕事をリタイアしました。その時はこれからもっと模型を作ってやるぞと、意気込んでいたんですが、実際にやることがたくさんあって鉄道模型に使う時間があまりありません。ここからは余談になってしまいますが、大きく時間を捉えているものが2つありまして、その1つが平日3人分の夕食の献立を考えて買い物に行って、料理も自分でやらなければならないということです。3年近く前に郊外に引っ越した際に、家内が仕事が終わって帰宅するのが遅くなるというので、家内と話し合った結果、そういうことになったわけです。私が仕事に行ってた日は材料だけ買っておいておけばよかったのですが、私が仕事を辞めてからは平日は毎日料理することになってしまいました。今こうやってる時も、今晩何にしようかな、明日は何にしようかなと考えましてね、主婦の方は大変だなと実感しております。もう一つ大きく時間を捉えているのが、もう15年も前から続けている Yahoo オークションの出品です。きっかけは私が仕事をしていた時に知り合った方から買わされたものが6畳の部屋の半分を占拠していて、これを何とかしなければと思ったのが始まりでした。途中から eBay という海外オークションにも出品しだしまして、当時円高にもかかわらず、ものによっては国内よりもよく売れて、ヤフオクよりもいい評価をいただいたりしていましたが、仕事との両立が難しくて、コロナのパンデミック前に eBay は休止することにしました。結果的に海外の飛行機が飛ばなくなって、航空便の受付が中止されましたので、良かったのかもしれません。その航空便もようやく正常に戻りつつありますし、円安でもありますので、また eBay を復活したいと、そういうふうに思っていますけれど、これをやりだすと鉄道模型に費やす時間がなくなってしまいそうなので、思案しているところであります。私が出品しているものの多くが得体の知れないもので、まずその品物が何かを調べて、相場も調べてから写真を撮って説明文を書いて出品し、売れたら今度は梱包して郵便局へ持っていくという手順ですので、ヤフオク単独の出品でも
かなり時間が取られてしまいます。そんなことでコツコツと大量の品物を減らしてきているのですが、ところがやめときゃいいのにヤフオクでいろいろと買ってしまってまた増やしてしまっています。その買い込んでいるものがこちらです。鉄道模型です。安く出回っているとついつい入札して買ってしまったものです。安くで売られているということは今作っているキハ82もそうなのですが、手を加える必要のある車両がほとんどです。以前から製作中や手を加えたいと思っている車両もたくさんあるのにもかかわらず買い込んでしまっています。本当にバカじゃないかと、自分でも思ったりしていますが、ご覧のように動画のネタはいっぱいありますので、なんとか頑張って模型を作って動画に上げていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。というところで無駄話が長くなってしまいましたが、今回もご覧いただきありがとうございました。